この動画にはアニメのネタバレがあるよ。注意してね。素晴らしい第1話だ。どれだけ良かったか言葉が出ないよ。私も青テルと全く同じ立場に置かれた男なんだ。今回から動画構成が変わりました。海外の反応を前半にしっかりお届けします。哲学パートをすぐ見たい方は、チャプターから哲学的考察へ飛んでください。それでは。制作面では信じられないほど素晴らしかった。あまりにも良かったので、シーズンを通してこのクオリティを維持できるか疑わしいほどだ。なんてことだ。素晴らしい第1話だ。どれだけ良かったか言葉が出ないよ。あえてよ、今年のアニメの覇権になる可能性があるんじゃないか。いや、さっきは最高にかっこよかった。あんな動きができるとは思わなかったわ。サキがウェディングドレスの資料を破り捨てるアニメーションを見た瞬間、私はとんでもない傑作を見ているのだと確信した。度肝を抜かれた。フィンランドサガや地球の運動について以来、こんなにスタイリッシュで感情的、そしてキャラクター主導も素晴らしい初回放送は見たことがない。なんという爆発的なスタートだ。これほどシリアスな設定と反写実的なアートスタイルの作品がこんなにもコミカルになるとは予想していなかった。サキは歩く死亡フラグだった。ホールアウト、ネオジャパンの第1話は悪くなかったよ。このアニメはアート系の青年漫画が原作で、登場人物は大人ばかりだ。誰も見ないだろうな。開始数分で結婚式のシーン、ラブコメでは絶対ありえないね。青テルとサキのシーンは甘すぎて糖尿病になりそうだ。サキは本当に最高の女の子だったけど、残念なことにエピソード中ずっと死んだ妻フラグが立っていて、それが現実になってしまった。奥さんが映画のセブンみたいな目にあったと知って、彼は危うく憤怒の罪を選ぶところだったよ。未成年の喫煙は禁止されています。今期は喫煙に関するアニメが2つあることを考えると、これには思わずクスッとしてしまった。彼はわずか5分で妻を殺した男を所定に追いやった。1ヶ月あるいは1年あれば、彼が何を成し遂げられるか誰にもわからない。どんなに悲劇的であろうとも、改革や変化が起こるためには、時に世界は一度燃え尽きる必要があるのだ。アバンギャルドは決して万人向けではない。四畳半神話体系のファンなら、おそらくこのアニメーションスタイルを気に入るだろう。モノクロームは興味深い選択だった。そして最後のシーンで、彼らは使える限りの色彩を存分に見せつけてくれた。浮世絵や木版画、そして水墨画の強い影響も感じられる。最後でモノクロから移行したのは、青テルの将来の計画の広がりが変わったことと関係しているに違いない。この物語では日本は崩壊しているが、現実的に考えれば他国が介入して乗っ取ろうとするはずだ。そうはなっていないようなので、それがどう説明されるのか興味がある。平がどれほど腐敗していたとしても、この点に関しては彼でさえ青テルに敬意を表していた。それにしても彼女は口だけでなく見事に行動で示してくれた。間違いなく革命に参加するよう人々を奮い立たせるタイプの人間だわ。しかし青テルを思うと胸が痛む。サキはあまりにも無邪気で、あまりにも純粋で、彼らが住む世界にはもったいないほど善良すぎた。彼がどうやって感情をリセットするのか見るのは興味深かったが、先の死の責任者たちの前であれほど冷静だった彼が先の頭部と二人きりになった時に泣き叫ぶ姿を見るのは本当に悲しかった。彼女の遺品、ウェディングドレスを含むを燃やすことは、この旅を始めるためのこれ以上ないほど象徴的な儀式だった。あ、彼はサキが好きだったウェディングドレスで彼女を仮装しているんだね。雪の中のあのシーンはとても悲しいけれど美しい。サキを生き返らせることはできなかったかもしれないが、せめてもの慰めとなる復讐だ。彼は本当に知識に対して情熱を持っている。
海外の反応どうだったかな？レディットではすごくたくさんのコメントがあったんだよ。海外でも大人気なんだね。コメント面白かったよ。たくさんの海外の反応、収益化停止される前を思い出したよ。それでもあの頃よりは少ないコメント紹介なんだけどね。アニメキャプチャ使えないからなかなか苦しいけど、視覚的に退屈にならないように工夫しています。お疲れ様。ところで、海外の反応の中から少しだけ深掘りしていくよ。はい。最初はこのコメントだよ。どんなに悲劇的であろうとも、改革や変化が起こるためには、時に世界は一度燃え尽きる必要があるのだ。これは、ドイツの哲学者ニーチェが説いた能動的ニヒリズム。創造のための破壊という考え方だね。ああ、ヒゲのおじちゃんだ。あ、この前スティールボールランで来てくれたね。アオテルが先の願いを実現するには、既存の世界そのものが一度燃え尽きる必要があるってことをこのコメントは言ってるんだけど、見事にニーチェと重なるよね。なるほど。そして次は、このコメントだよ。アオテルに敬意を表する。彼は最終的に怒りを克服し、言葉だけで徴税人を死に追いやった。これは、古代ローマのストア派哲学者、セネカのアパテイアと理性の優位という考え方だよ。ストア、スーパーマーケット感情をコントロールして理性を大切にする哲学のことだよ。アオテルは究極の怒りを自分の意志でねじ伏せて、今すべきことは何かを冷静に実行したよね。まさに感情のコントロールと理性の勝利だよね。その理性の勝利に対して、このコメントは敬意を表するとアオテルを称えているんだね。なるほど。そして次はこのコメントだよ。彼は賢かったが、勇気が欠けていた。国家が彼の妻を殺したことで、彼に目標を与えてしまった。これは、実存主義の精神科医、ビクトール・フランクルの意味への意志という理論と重なるんだよ。私を呼んだかな？誰？また誰か来た。はじめまして。私はビクトール・フランクル。オーストリアの精神科医だ。精神科医の先生なんだね。でもなんでアオテルの話に？実はね、私もアオテルと全く同じ立場に置かれた男なんだ。国家権力によって最愛の妻を奪われた。1942年、私と妻ティリーはナチスに捕らえられ強制収容所に送られた。テレージエンシュタット収容所で私は妻と最後の別れをした。彼女は別の収容所に移送され、そこで命を落とした。そんな辛い目にあったんだ。その夜のことは今でも忘れられない。愛する人を国家に奪われるということの意味が体の芯まで理解できた。だから今日、アオテルのあの髪をかき上げる瞬間を見て、どうしても話したくなったんだ。そんな目にあったら絶望すぎて僕なら立ち直れないよ。本当にそうだよ。昨日まで信じていた日常も未来も言葉さえも何もかもが一瞬で意味を失う。そんな絶望の中で先生はどうやって立ち直ったの？私はね、その極限の中で一つのことを発見したんだ。どんなに過酷な状況でも人間には一つだけ絶対に奪えないものがある。奪えないもの？それはその状況に対してどんな態度を取るかを選ぶ自由だ。食事も自由も家族も何もかも奪われてもこれだけは奪わない。私はこの体験からこれを人間の最後の自由と名付けた。最後の自由？なんで態度だけは奪えないの？どんな状況でも心の中で何を選ぶかは自分だけが決められるからだ。体を縛ることはできても心の向きまでは縛れない。僕がおにぎりを今食べたいと思う心も縛れない。誰ももちもちがおにぎり食べるのを止めたことはないよ。まあいい。そして収容所で私がもう一つ気づいたことがある。なぜ同じ過酷な状況でも生き続ける人と諦める人がいるのか。その違いは何なのか。答えは生きる意味を持っているかどうかだった。私は隠し持っていたボロボロの紙切れにこの発見をメモし続けた。いつかこれを世界に伝えるという意味を見つけていたからだ。意味を見つける？人間の最も深い欲求は快楽でも権力でもなく、
自分の人生に意味があると感じることだ。私はこの発見を意味への意志と呼び、後にロゴテラピーという心理療法の理論にまとめた。ロゴテラピー、なんか難しそうな名前だね。アオテルにも関係あるの？まさにそうなんだ。アオテルはあの瞬間、妻の死という最悪の出来事をただの支援で終わらせず、サキが望んだ世界の実現という意味に変えようとしている。普通ならあそこで暴れるよね。海外のコメントでも、もう少しで映画セブンの主人公と同じことをして、憤怒の罪に処されるところだったって言ってたね。愛する人はただ思い出の中に閉じ込めておくだけでは生き続けない。その人から託されたものを行動として世界に返すとき、その人は別の形で生き続ける。私も妻を失った悲しみを人類への贈り物に変えようとした。収容所体験とロゴテラピーの理論を本にして、世界中の苦しんでいる人に届けることで、ティリーとの愛を世界に返し続けている。先生偉いな。すごいよ先生。そしてもう一つ大事なことがある。苦しみそのものに価値があるわけじゃない。でも避けられない苦しみに対してどんな態度を取るかには意味が生まれうる。私は収容所でこれを学び、悲劇的楽観主義という考え方にたどり着いた。悲劇的なのに楽観主義、どういうこと？悲劇を否定するのではない。悲劇を受け入れながらも、それでも人生には意味があると信じる態度のことだ。私はよく患者にこう言っていた。悲しみをなくそうとするな。悲しみに仕事を与えよと。悲しみを就職させてあげるの？ハローワーク行かなきゃ。そんなバカな。ところで、アオテルのあの紙を書き上げる場面ってそれなのかな？そうなんだよ。あの所作は見た目を整えたのではない。泣き崩れる夫から歴史に返事をする者へと自分の立ち位置を変えた瞬間だ。感情を消したのではない。感情の上に目的を置いた。忌憚に仕事を与えた。私も収容所の中で同じことをした。ティリーへの愛と悲しみに人類を救うという仕事を与えたんだ。悲しみに意味を与えるなんて初めて聞いたよ。そうか、アオテルも悲しみに意味を与えて立ち上がったんだね。国家は妻一人を奪ったつもりが、一番目覚めさせてはいけない男を目覚めさせてしまった。先生はアオテルと同じだから気持ちがすごくわかるんだね。私は収容所から生還した後、妻の死を知って深い絶望に陥った。でもその時、私はこう自分に問いかけた。この体験を無駄にするのか、それとも人類への贈り物にするのかと。それで夜と霧を書いたのだ。わずか9日間で口述筆記した。あの本はティリーとの愛が形を変えたものなんだよ。たった9日で本を書き上げるなんて、ちゃんとご飯食べてたの？全然頭から食べ物が離れないんだな。さて、そろそろ失礼しようかな。もう行っちゃうの？もっと聞きたい。では最後に私がいつも大切にしている言葉を残していこう。人生の意味は人生に意味を与えること。そしてその意味は外からはやってこない。自分が想像するんだ。他人が私の全てを奪うことはできても、私がどのような態度を取るかまでは奪わない。選ぶのは自由なのだ。私自身がそれを生きた。そしてアオテルもあの瞬間にそれを選んだ。君たちも自由に選ぶのだよ。ではまたどこかの物語の中で会おう。また来てね。バイバイ。ビクトール・フランクル、1905年3月26日、オーストリアのウィーンで生まれました。幼い頃から人間の心や意味の問題に強い関心を持ち、なんと16歳の時にフロイトと文通を始め、フロイトは彼の論文を学術誌に推薦したというエピソードも残っています。ウィーン大学で医学を学び、精神科医として活躍する中で、独自の心理療法、ロゴセラピーを発展させていきます。彼の人生の決定的な転機は、1942年、ナチスの強制収容所への収容でした。ユダヤ人であったフランクルは、妻、両親、兄弟と共にアウシュビッツをはじめとする複数の収容所に送られ、家族の多くを失いました。しかし、そのような極限状況の中でも、フランクルは人間の観察をやめませんでした。どんな状況でも
人は自分の態度を選ぶ自由を持っている。その気づきが代表作夜と霧へとつながります。ロゴセラピーのロゴスとはギリシャ語で意味を指す言葉です。フロイトが快楽への意志、アドラーが権力への意志を重視したのに対し、フランクルは意味への意志こそが人間の根本的な動機だと考えました。人生の意味はあらかじめ用意された正解ではなく、一人一人が状況の中で応答し、引き受けていくものだと考えました。よくある誤解として、フランクルが苦しみに意味があると言ったというものがありますが、正確には苦しみそのものに意味があるのではなく、苦しみの中でも意味を見出す姿勢が人を支えるというのが彼の主張でした。彼は苦しみを安易に美化してはいません。地獄のような体験を経てなお、人間の可能性を信じ続けた精神科医であり、哲学者でもありました。あれ、チラルちゃんはなんか忙しいって帰っちゃった。まあ、お花見連れて行ってもらおうと思ったのに。雨だからお花見できないよね。なんで桜が咲くと雨がドバー、で風がビューンってなるんだろうね。桜の花の命は短いよね。でもだからみんな桜が咲くと嬉しいんだろうね。次の日曜日にはお花見行けるかな？行けるといいね。じゃあ、次の動画でお花見の映像撮ってくるね。じゃあ、今回はここまで。最後まで動画を見てくれて本当にありがとうだよ。また次回の動画で会おうね。バイバイ。